はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、令和3年節分の任務ですね。全力出撃の、拡張作戦、こちらの方の攻略をね、していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。いやー、今日で1月も終わりですね。早いものです。亀谷さん、こんばんはです。今日も、来ていただいてありがとうございます。本日はね、こちらの任務をやっていこうと思いますので、そうですね、最初は作成の内容からご説明したいと思います。イデアさんもいらっしゃい。前回は忙しくて来れませんでした。いえいえ、そんな、アーカイブもありますので、そちらの方で見に来ていただければ全くよろしいので、ご丁寧にありがとうございます。空母級さんもこんばんはです。それではね、始めていきたいと思います。それではね、今回の作戦の、内容の方からご説明したいと思います。節分拡張任務、戦艦または航空母艦を旗艦とする駆逐艦2隻以上を含む艦隊で、節分期間の南方海域、サンゴ諸島沖及びサーモン海域、北方、さらに中部北方域、ピーコク島沖の敵を撃滅せよというね、もう全てが高難易度なマップになっているというちょっと、難しいね攻略になります。そして条件としては機関が戦艦もしくは航空母艦プラス駆逐艦、あと3枠は自由として、編成をして各海域で勝利で達成ということになりますが、今日はですね、この5-2のサンゴ諸島沖の方はもう攻略しておりますので、5-5サーモン海域の北方と6-4中部北海域ピーコック島沖のね、この2つを今日は攻略をしていきたいと思います。時間的には1時間くらいかかるかなとは思っていますけども、そこまでねお付き合いいただけると嬉しいです。それでは編成の方の紹介をしたいと思います。最初は5-5に行くので、このような編成になっております。そうですね、期間は長と海に務めてもらいます。長とタッチをね使って、ボスを攻略しようと思いますので、期間の方はね今回は長とに、頑張ってもらいます。そして機関と、同じね艦としてはもう陸奥、これを外せませんということでね、2番艦は陸奥解任になっております。やっとねこの一式鉄鋼弾回もやっと星5まで上げてきました。いや本当にこれ作るのも大変ですけど回収するのも大変ですね。でも少しずつ上げていきたいと思います。
そして今日はサムネにもしてましたけども、朝志もね、彼女にもとどめを刺す役割になるのかもしれないんですけども、カットイン装備でね行ってみたいと思います。潜水艦も途中で出てくるので、その対応もねしていただきたいと思っております。こんばんはです。TS 山さん、戦火でグロッキーですがよろしくということで、今月の戦火争いはやっぱり節分のこともあってね、かなりヒートアップしてると思いますからね、あまりこう、体を壊さないくらいに、頑張っていただければなと思います。今日もよろしくお願いします。そして、風雲会にも今回のサムネイルに出てた通り、鬼役やってましたけどね、今日は鬼は外する側として、言ってもらいます。カットイン装備にはしていますけども、あまり、ここは、対戦の方が意識強いかなって感じですね。金谷さん、意識会 ありがとうございます。こればっかりはね、コツコツ作っていくしかないので、でも、これができますとね、通常の火力もそうなんですけども、日本艦に関してさらに火力の上乗せもできます。前回のイベントではなかなか日本の戦艦ね活躍することができるところがなかったのでちょっとだったんですけど、こう次回以降は必ず活躍の場が来ますので、その時こそこの効果がね発揮できるようにしたいと思います。そして、軽準枠は夕張に務めてもらいます。この軽準枠はいつもアトランタにしようか夕張にしようか迷うんですけども、結果としてね、道中も激しいものですから、先制来撃ができて、あとは、対空カットイン、対戦もやってもいいかなと思うんですけども、水上艦も打撃を与えないといけないということも考えれば、今のところこれがベストかなと思っております。それでもね、なかなか道中が突破できないときは突破できないので、休憩しながら行っていきたいと思います。熊野に関しては特に今何か言葉喋ったと思うんですけど、うまく聞き取れませんでしたね。そうですね。タッチとの相乗効果がね、期待できますので、これがあったおかげで、夏、秋のね、前回の E6 の、サウスダゴタのボスを倒すことができたようなもので、本当になかったらと思うとゾッとします。最後は熊の解任になりますが、ほとんど、制空担当ということになりますね。これで道中の制空は熊野にお任せといった感じになります。そして、道中も、決戦も出して、これでね、準備の方は整いましたので、あとは全てをカンムスたちに託して行ってみたいと思います。
それでは、支援艦隊も出してね、いかないといけないので、ちゃんと忘れずに。よし。嬉しいな。どうよ。総龍と飛龍のね、二光線に今回も支援をお任せして、本体はこのまま、行ってみましょう。ここはね、いつ来ても、怖いな。でも行かないことには始まらないのでね、全艦行きましょう。さあ、最初のこの戦闘マスもね、たまに事故るんですけどね。多盲人で戦闘開始です。改装されたビッグセブンの力、侮るなよ。頼むよ。最初の戦闘は重要ですよ。やるじゃない。誤解しよう。へえ。うるさい敵だな。さあ、やってよ。いろいろ試してみてもいいかしら。よーし、まずはかわせましたね。たっぷり聞かせてね。うるさい敵だな。やってないよ。誤解しよう。へえ。まさしもにかかってこい。もっともっとだ。来いよ。さすが朝霜、そして風雲ですね。対戦紹介はもう彼らにお任せです。よし、あたいが一番やりだね。まあこう見えてエースだぜ。任せな。いいですね。さすが5の子をクリアするのだるくなって全部勲章にしたということで、スクさん今日もいらっしゃいです。そうですね。クリアするのも、まあ、こればっかりは、時間の関係もあると思いますので、ゆっくり、選ばれるの方がいいのかなと思いますけども、はい。まあ、ともあれ、今月もね、今日で最後になりますので、明日からは2月ということになるので、そちらの方はそちらの方で頑張っていきたいです。そして道中の一番、こんちゃです。はい。ちょうどね、一番事故るところ来ましたね。ここが突破できれば、いけそうなんですけど、さて、今日はどうかな。さあ、ここはもうじっくり見守るだけですね。ひとひねりで黙らせてやりますわ。あとの感想、たっぷり聞かせてね。あと1個か、勲章にしても、雪風買いにしようかなということですね。雪風買いにもね、太陽から海藻ですからね。と言ってる間に倒してしまいましたが、本当支援艦隊がね、もう3隻落としちゃったので、だいぶ楽になりましたね。いや最近は買いになるカンムスもね、だいぶペース上がってきてる感じもありますので、できる限りね、早いうちに改装できる復刊はしておいた方がいいかと思います。勲章だけは、後からね、一気に増やすっていうことができないので、まあ、ネジは、まあね、課金ができる、数少ない部分ではあるんですけども、勲章はね、ちょっとそういうわけにはいかないので、常に、
まあ20くらいはちょっとあれかな、用意はしてるつもりですけどね。あ、金谷さん、拡張任務なのでやむを得ないかなとは思いますが、5の5は毎週要求するなと、勝利に、負けといて欲しかったです、正直言って。それはそうですね。勝利であれば、まあ、悪くてもね、ボス倒さなくてもできますけど、勝利取るためにはもう回帰攻略しておかないとね、取るのが非常に難しいので、こればっかりはちょっとね、難しいところかとは思いますね。かつお節さん、こんばんはです。今日も来ていただいてありがとうございます。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこう。そしてスクさん、それはわかるっすというね、まあ、皆さんやっぱりそういう風に感じますよね。せめてね、勝利だったら、こんにちは、高尾です。ね、あなたのような素敵な提督でよかったわ。はい、高尾さん。高尾さんもね、まあ、自分のところでは今のところ、遠征任務で頑張ってもらってます。MO 作戦ですかね。あれには従順が必要になりますので、高尾とアタゴの交代で出しております。はい、という感じで、道中は支援の働きもあってね、だいぶすんなり来れましたけど、ここからですね。索敵地は大丈夫。よし。皆さん、こんばんはです。多聞丸です。今日はこちらのね、海域からの攻略になります。ここで慌てて単獣陣を選んでしまうと、長門タッチが発動しないので、ちゃんと定型陣で、あとは、頼むよ。みんな、いってらっしゃい。これは予想外の展開になってしまった。頼むよ。よし、3隻落として。チューハイになると撃てないんでしたっけこの場合どうなるのかな。そうですね。でもなくてもいけそうな雰囲気になってきたけど、どうなんでしょうね。ちょっとね、いきなり空襲で長門が中破してたので、もう想定外の展開になってしまいましたが、なんとかとどめさせそうなところまで来たので、野戦に行ってみたいと思います。いや、びっくりしたな。こうなるとは全然思ってなかった。はい。そうですよね。タッチが発動しなくなりますよね。まあ、それでも、勝てました。
本当にみんなお疲れ様です。ありがとうございます。はい。いや本当にね、前回のイベントで、うん、決戦シーンをちょっとうまく活かせなかったことがありましたので、そこをちょっと重視してね、強化した結果、だいぶ命中率が上がっておりました。はい。うん。それもあって、攻略できたのかなと思います。やっぱりね、そういった経験を積み重ねて、いかないと、ね、せっかくのイベントでしたから、ちょっと前の話をしてしまいましたけども、勝利おめありがとうございます。TS 山さん、勝利米ありがとうございます。金谷さんもありがとうございます。かつおべしさん、長門が勝敗か、2番艦が中敗かですね。やっぱり、機関が中敗になってしまうと、もう発動しないということですね。そうですか。昇格ネームも来てくれたし、これはこれで大勝利ということでしょう。そして、スクさん、次の、メンテでヤハギがどうなるか、そうですね。天の型もいよいよ買い荷が近づいてきてますから、それが次回になるのか、はたまた一気に来てしまうのか、あと来週ですね。非常に楽しみです。ということでね、まずはサーモン回帰の攻略が完了しました。続いて6の4の攻略に移りたいんですけども、ちょっとここでね、一旦休憩といいますか、ガオー、ちゃんと言ってくれましたね。そこの任務関連が、どんなになるのか、そうですね。あまりね、難しい任務にしてもらわなければいいなと、思う次第です。そこに関しては、いつも運営さん、艦隊のね、編成をだいぶ絞ってくるので、史実にのっとったところもあるでしょうし、解禁にのっとったところもあるでしょうし、一筋縄ではいかないのはよくありますのでね。でもあまり根詰めないように楽しみながらやっていければなと思います。金谷さん、あとランカー報酬出てた、DO217 ですね。そちらも気になりますね。確かにね。あれは言ってみれば、ロケットみたいなものになりますからね。体感用のもので威力を発揮するのだとは思うんですけど、いずれそれも回収でね、手に入れられる装備だとは思いますので、時間をかけてゆっくり用意していければなと思います。そういった装備はね、大体イベントの最初の会期の方で、配ってもらえるか、あるいは、メンテナンス後の任務でね、本体は来なくてもその素材を配ってくれたりとか、そういった風にしてくるのかなと思います。それで、前回、スクさんからいただいた静止画ですね、皆さん見ていただいた
と思うんですけども、ここでまた改めて紹介させていただきたいと思います。はい。こちらのね、二光線と飛龍、風雲の長寿パンね。こちらを、いただいて、その後、この、長寿パンが、実際に、現物があるということであったんですけども、前回の放送では、ちょっとその辺については、特に、紹介ができなかったので、そこら辺をちょっとね、今日はこれで見れるのかなという感じで、先日いただいた URL をね、今私のところにチャットで入れてみましたので、もし後でね、こちらの長寿パンの現物見てみたいという方いらっしゃいましたら、私の今貼りました URL でね、見ていただければと思います。スクさん、ありがとうございます。ちょっとこんな感じで、今後はもしあれば、リンク貼ったりしていこうかなと思います。そうですね。あと、金谷さんから、強そうなんですけど、ナ級の2だ相手だと不安ということでね、やっぱり、ナ級のね、先制来撃をなんとかしないことには、勝機が見えなかったので、本当に、銀河でね、とどめをさせることはさせるんですけど、対空が恐ろしいので、言ったら最後帰ってきたら熟練度なかったっていうのはね、よくありますし、スクさん、リンクの方見れるようですね。よかったです。こんな感じでね、紹介できたら、今後も紹介をね、していきたいと思います。あとは、エングサ銀河もね、未だにランカー装備として出ただけで、ですから、ちょこちょこそういった装備があったりするんですけど、それがないとクリアできないとかそういうわけではないので、多少は有利にはなってるのかもしれないんですけども、私もそういう装備は正直ございませんので同じラインでね、皆さんと一緒に頑張っていきたいです。そこはね。そのためには、何を置いても情報が必要になります。なので、皆さんからもいろんな情報をね、いただけたら嬉しいです。という感じで8時になりましたね。では、続けて、出撃の方をね、していきたいと思います。そしたら編成をちょっとね、変えないといけないので。補給は大事。ありがとう。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。鰹節さん、4式重爆も和製対艦ミサイルが実装されるみたいですが、ノーマルからの階装なのか、熟練からの階装なのかが気になります。そうですね。そのまま改修更新されてできるものなのか、それともまたね、任務で配られるのか、非常にね、気になるところですね。今度は、ピーコック島なので、長門には、
ちらのね、陸戦隊をね、積んでもらわないと倒せないので、内科艇ね、3つ錦内科艇ありますうちの1つね、こちらマックスにものがございます。なお、次の回には能代との予想が多いようですね。どうしてもね、夜半の場合は、ドロップするところも、イベントかあるいは大型建造、能代もそうなったんですけど、今回はね、ドロップしているところを見れば、その可能性6対4か、いや、もっと高いかもしれないですね。もうコンプでは関連記事でそれらしい記述があったということですか。やっぱりそこら辺の情報はね、ちゃんとチェックしていきたいところですね。いや今5の5だったからな、どうしようかな。装備いつもここで迷うんですよね。内科艇と、戦車の中隊、あとは、偵察機、手法、電弾、機銃、いや、ここはどうしようかな。機銃はいるんだけど、そうですか。自分の場合は拡張作戦は6の4が鬼門ということでね、6の4の離島聖騎がね、ちょっと通常の攻撃が効かない相手なので、こういった内科艇とかね、ダイハツを積んでいかないとちょっと倒すのが難しい相手ですので、ちょっとそこら辺を今、考えております。はい。そしてね、能代は限定ドローができますからね。それでもそんなにね、簡単に出るとは思えないですから、そこら辺は、時間、ね、かけても、この機会に取れるところは取っていければなと思います。手法は一つでいいかな。ここは、ちょっとここはやっぱ、水上偵察機かな。そうですよね。敵のね、編成もここちょっとね、きついんで、それもあるのでね。でも、結局のところ全てがきついということに結論付けられてしまうところは正直あります。一応、水上戦闘機を、4スロット、最低でも3スロット以上はないと、道中抜けられないので、でも上から順番にやった方がいいな。潜水艦はいないので、手法と機銃、こちらは、D 型の手法と、対空戦闘もしないといけないので、こちらのね、10センチ広角砲、ね、鉄板装備ですね。でもこれだとな、対地攻撃できないからな。どうしようかな。そうですよね。6の4は、道中も5の5と同じぐらい厳しいんですけど、離
統制機がね、なかなか落ちてくれないんですよね。なので、そこら辺の装備をね、ちょっと考えないといけないんで、まあ、今日は朝霜と風雲に頑張ってもらうので、内科艇をね、こちらに積ませて、やっぱりロケラン積もう。積んじゃおう。それしかない。ロケラン装備。はい。あとは基準にするか見張りにするか。道中を考えれば、やっぱりここは基準にした方がいいような気がする。ここは基準にしよう。油断はしたくないしね。強化は歓迎さ。よし。で、風雲は内科艇が積めないんだよね、確か。積めないから、ロケランだけで装備。手法2つ積みのロケランで、D 型の介入装備。もう一つ。今貸してるやつをね。ほんとね、この10センチ広角砲は本当に役に立ちますからね。何本あっても、いいんですけども、誘爆はね、避けられないんだよな、これはな。そしてロケットランチャーで、ちょっとこちらの方は見張りにしておこうかなと思います。そして、秋津島ね。まあいいか。まあよくはないんですけども、まあ、とりあえずね、戦力として考えてますので、これで行ってみたいと思います。これで道中の制空も大丈夫だと思いますので、昨年の節分拡張は5の5、6の4に加えて5の4でしたから、今年は幾分マシなのかなというね。まあ、今年は5の2ですからね。まあ、5の4もハマると抜けられない、そんな感じもするので、まあどっちも難しい海域にあることは、間違いないですね。あとは、鈴屋か、どうしようかな、鈴屋、ユラさんから8センチ広角砲のスロットに積ませて、あとは、違う、ここは、三式弾、コツコツ作ったこの三式弾回をね、使ってみよう、ここは。よし、という感じなんですけども、この海域はちょっと支援がね、出せない代わりに基地航空隊出せますのでね、まあ、そこで支援を出して、あとはね、道中突破図っていきたいです。まあ、陸港さんでもいいんですけど、まあ、少し劣勢になってしまうのがあまりこう私的には、まあ、どうしても機構以上にしたくて、一中隊だけね、陸戦、あとは陸港2の銀河中隊、そして偵察機のクリティカル命中率向上を図って編成をしております。三式弾海2個にはね、そうね、5の5にもね、基地航空隊を出せればいいんですけど、まあ、南方海域は、まだ制空権、制海権ともに、
まだまだ激戦ということでしょうね。中部海域はまだ、トラクトとかね、日本の重要拠点がありますから、航空攻撃ができるんでしょうけども、それを言ったら南方にはラバールがあるだろうという話にはなるんでしょうけどね。なかなか難しいですね。では、ちょっと長くなっちゃいましたけど、6の4、行ってみましょう。一応、基地航空隊は離島世紀のね、イルポスマスに集中させて、で、道中のこのシーマス、ここが一番鬼門なので、ここで長戸タッチ使います。さっきはちょっとね、発動する条件が満たせなかったんですけど、今回は満たしてくれると思います。多分そうしないと抜けられないと思うんで。さあ、きつい道中ですけど、ね、始まりましたね。金谷さん、潜水艦新システム密かに期待していますが、そういうのもありましたね。運営さんも紹介はするんだけども、実装するのはちょっとね、っていうのが結構あったりなかったりするので、そういうのも気長に待ちましょう。もうね、潜水艦は必要な、艦種ですけども、本当に潜水艦任務は過酷ですからね。やっぱ潜水母艦がね、ちゃんとないと、潜水艦は活躍できないですから。今、あんまりこう、戦闘の方には、研究しなかったんですけど、結構この最初で事故ることが多いんですよね。でも今回は抜けられましたね。よかったよかった。さて、次は空襲。制空は多分ギリギリの、拮抗状態だと思いますので、これは、対空カットインをやるの忘れてましたね。まずいな。抜けられないかもしれない。風雲にやらせるべきだったな。三式弾発動。それで幾分かは回避できたかもしれない。ここはね、最初でね、結構事故るんですけどね、今日は抜けられましたね。本当ね、全部事故りポイントなんですよね。そう言ってしまうと。では先ほど研究した通り、ここは定型陣で長戸タッチ使っていきます。長戸、よろしくお願いします。よーし。
予想通りの、予定通りのね、長門たち出てくれました。うん。うん、これはもうね、完璧な勝利ですね。うん、まあ、ここに基地航空隊を出すという作戦もありますし、ここはもう人それぞれのやり方があろうかと思います。うん、ですが、ここはね、長門タッチがね、初手で出てくれると、うん、だいぶ突破率は上がってくると思います。おお、ここで出るのは珍しいな、裏風。前回も出ていますからね。他の回帰だったんですけども、うん、使ってあげてますよ。1の6で使っております。うん。朝霜はね、やっぱりエースですからね。こんなところで、立ち止まっているわけにはいきません。うん、さて、問題はここですね。先ほど対空カットイン用意してなかったっていうのを話をしちゃったんで、ここが問題です。うん、抜けられるかどうか。まあ、キツシマ次第ですね。うん、改装されたビッグセブンの力、侮るなよ。改装されたビッグセブンの力、侮るなよ。どうやら抜けましたね。うん、今日は空襲の方はね、随分、うん、いい感じに抜けられましたね。いや、びっくりびっくり。うん、金谷さん、私も C はタッチ、基地をボスに出しております。うん。まあ、こういう感じでね、抜けられる時は抜けられるし、ダメな時はダメだし、まあ、それはダメだったらまたね、帰ればまた来られる。うん。という感じの精神でやっております。うん、ただ一つだけネックになるのが、道中長門タッチをしちゃうと、弾薬がね、消費しちゃうんで、若干火力が落ちちゃうのがネックかなと思います。そこはあと、まあ、基地航空隊に支援をしてもらって、うん、攻略ができるという計算できております。よーし。ここまでは、もう想定している中の最高の状態で来れましたので、単純心でいきましょう。みんな頑張ってきてね。ここまで来るとはね、確かにね。行きましょう。本当に硬いからね、この子は。うん、接触が、初めてだ、こんなにダメージ出したのは。今日は、ちょっといつもとは、うん、違う展開を見れて、面白いな。うん、ただまだ、健在の船が多いですからね。
秋津島アタックやりましたね。砲台を叩いてくれました。よし、秋津島かわしていく。そして集積地はもうぴったり倒していったね。あ、落ちちゃったあららららうん。かつお節さん、自分もタッチはシーマスボスに基地ですね。ちょっと私も初めてですね、こんなに基地が離島石に刺さったことは今までなかったので、これがだいぶ有利に働きました。まさか400超えのダメージが出るとは思ってませんでしたね。でもこういうことが起きるということは、今後の、こういったね、地上型のボスの対応もね、基地航空隊、やっぱり強いな。ちょっとそれでだいぶ結構余裕な勝利になってしまいましたけど、普段だったら野戦まで行ってギリギリ倒せるかどうか、そういう展開なんですよね。よし、あたいが一番やりだね。まあこう見えてエースだぜ。任せなという勝利を今日はねしてくれました。中破しなかったなちょっとそこが心残りというか、衣笠さんの登場よ。青葉ともどもよろしくね。衣笠さんよろしくお願いします。TMS 山さん、和夫別さん、勝利、おめありがとうございます。いや金谷さんもおめありがとうございます。こんなに基地が働くというのもね、普段も十分働いてもらってたんですけども、編成はこんな感じで、熟練度もちょっと前のねイベントのから引きずってあまりこう上がってない状態だったんですけどもね、結構それでも落とされてますね。銀河第2中隊はもう14機落とされて、あわや全滅の危機でしたけども、頑張ってくれました。みんなありがとう。もちろんカンムスたちもね、道中大きな被害もなく突破することができたのもね、本当にありがとうございます。それでは、任務の方が達成していると思いますので、受領していきたいと思います。これはウィークリーね。はい。節分拡張任務、令和3年節分作戦全力出撃ですね。3号回はちょっとね先に攻略しちゃっておりましたけども、三門回、そして、中部北海機のピーコクトー機のね離島世紀を倒せましたので、無事に任務達成です。燃料2万21、鋼材2万21を受領して、節分豆をね1つ2つ3つと、そして今月の拡張作戦、戦艦争いが激しくなった原因ですね。戦艦203をいただいていきます。いやー長かったこれでね、今のところ豆が10個ですね。飛竜は前回取りましたので、あと10個揃えられれば打ち方始めという感じでね、銀がもう1個用意できればいいかなと思ってね、来週頑張っていきたいと思います。なかなかさすがに29は無理なはずだからね、ここは。
ということで、今日の、出撃任務はこれで終了となりましたので、いつもの、今日は何の日コーナーをやらせていただきたいと思います。ちょっと準備いたしますので、少々お待ちください。そうですね。基地航空隊に、少しでも戦力をね、持たせることができれば、あとはね、艦隊の方の戦力を強化する方に振り分けることができますから、大変ありがたいことです。それでは、今日のね、何の日の紹介をしたいと思います。こちらのちょっとこれを消してから、はい、こちら、今日はですね、1月31日は焼きビーフンの日となっております。日付は2020年、令和2年1月31日にですね、世界で最も長く販売されているビーフンブランドとして、県民食品株式会社の焼きビーフンがギネス世界記録に認定されたことからだそうです。私はなかなかね、このビーフン食べる機会がないんですけど、皆さんはいかがでしょうか。これからの、季節がね、春野菜が出回る時期だということもありまして、野菜と一緒に、焼きビーフンを楽しんでもらいたいというね、思いがこの記念日には込められているそうです。そんな同社の焼きビーフンは2021年、令和3年に7代目を迎えております。その特徴として麺の形状は四角から丸に変更されたそうです。これにより麺がほぐれやすく、調理性は向上、さらにアウトドア調理など様々な食ケースに対応するほか、パッケージサイズを約 10% 縮小することに成功。プラスチックゴミの削減にも貢献しているそうです。これ見てるとね、お腹減ってきますよね。同社からは、これ以外にもね、シリーズとしてベーシックな鶏だし醤油味、あとはあっさりした、コクうま塩味や、風味豊かなオイスターソース味、スパイシーな幻のカレー味、スープタイプの、汁ビーフンなどがあります。珍しいですよね。スープタイプっていうのもあるそうなんで、まだまだ、寒い日が続きますけども、こういったね、食生活を豊かにして健康になることで乗り切れていけると思いますので、皆さんもね、健康には留意していただいて、また次回も、一緒に、観光でね、楽しんでいきたいと思います。本日は、こちらのね、焼きビーフンの日、最近はちょっと、多めというかね、そういった、記念日というか話をしてましたけど、今日は食べ物をね、チョイスしてみました。次回も、期待してください。はい。ということでね、今日も一通りの紹介も終了となりました。はい。
ということでね、また最後にも、二光線と、風のもの、明るい笑顔を見ながら、本日のね、配信も、終了となります。本当にね、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。明日からは2月になります。ということもありまして、次回の、放送予定は、一応そのメンテナンスが2月5日にありますので、その日のまだおそらくメンテが開けてないと思うんですけど、そのあたりで、多聞丸の時間帯分析をしてみようと思います。ちょっと用意してからね、また皆さんとお会いしたいと思いますので、今日もね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。皆さんも節分任務、頑張りましょう。それでは、失礼いたします。じゃあね。